ヨップの僕が教えてるのが一番基本なんですよ。皆さんこんにちは。今日はヨップの大豚塩焼きのシェフスペシャル第2位ですね。で、ヨップの大豚塩焼きですごい人気メニュー、おにぎりシリーズやります。おにぎり全部で4種類あるんですけど、お店と全く同じ作り方を今日説明しますので、楽しみにしてください。今日最後までもう必ずご視聴お願いします。なんでかっていうと、材料がすごい大事なんですよ。まず、その4種類。とびっこおにぎり、チャンジャおにぎり、ツナマヨおにぎり、スパムおにぎり。この人参と万能ネギが飾りで入るんですよ。でもこれは家では入れても入れなくても構わないので、うちはただ色味をちょっと綺麗にしていくために入れてるだけなんで、味にはそこまで関係ないからお任せします。さあカッティングしていきますね。まず人参。少しもう今日4つしか作らないから、もうこのぐらい本当に細かくみじん切りすれば、これはこれで OK です。次は万能ネギですね。万能ネギもそんなに量いらないから、このぐらいで大丈夫です。じゃあこれで野菜の仕込みは完了しました。これだけですよ。これは入れても入れなくてももう全く味には関係ないんで、このぐらいのお皿、手が入るお皿を用意してもらって、米 180g 盛ります。家ではもう 200g だろうが関係ないですけど、まずお店と全く同じやり方を今日説明するので、今日 180g ですね。その次は海苔なんですけど、ここでポイントはザバラ海苔を使ってください。普通の海苔とザバラ海苔と味全然違うんで、今日本のスーパーでも普通に買えるんで、ザバラ海苔って。これがまず一番大事なポイントですね。30g 入れますね。じゃあこのぐらいですね。これ 30g 入りました。ここに上に何が乗るかによっておにぎりの名前が決めますよね。とびこ乗せますけど、このとびこですね。普通にスーパーで売ってるとびこです。とびこ 30g 入れます。あとマヨネーズ。これマヨネーズを全体的に 7g かけますね。全体的に。さっき切った万能ネギ、あと人参みじん切り。これがとびき料理の完成ですね。超簡単ですよね。でもこれがやっぱりお客様的には一番リクエストが多かった。じゃあこれどうやって作るかもやります。やっぱりこの前も赤坂の産業祭の時にも言いましたけど、僕より店長の方が上手なんですよね。これはこれでよく手で混ぜてください。韓国で行った時、とびこねぎを食べたことあるんですよね。でもそこはうちと何が違うかっていうと、海苔を普通の海苔使ってるんですよ。いやこれ茶葉に入れたらすごく美味しいなって思ったんですよね。それでヨップの大豚塩焼きやる時、じゃあこれ茶葉に入れてメニューに入れろってこと入れたらもうダイエットでしたね。これでよくもみもみしたら、一口にこうやって丸く握ればこんな感じですよね。お弁当とかなどでももう最高にいいと思います。これは。じゃあ次はチャンジャおにぎりなんですけど、このチャンジャによって味がもう全然違くなっちゃうんですよ。うちに入ってくるチャンジャとスーパーで手に入ってくるチャンジャと味が全然違うんです。まずチャンジャに下味をしなきゃいけないですよね。僕のチャンジャには下味が全部されてるチャンジャなんでやる必要ないんですけど、普通のスーパーで売ってるチャンジャだったら何を入れてほしいのか、まずみじん切りのニンニク、水飴、もしくは砂糖、ごま油、あとごまを入れてバランスを合わせてほしいです。米と海苔の量は一緒です。チャンジャを丸くして 50g 真ん中にポンとのせる。あとはさっき言った人参のみじん切り少し、あと万能ネギ少し。これがチャンジャおにぎりの完成です。これこんなに簡単ですよ。ですけどすっごい美味しいから人気がある。もう3つ目なんですよね。3つ目はツナマヨおにぎりなんですけど、僕は缶詰の韓国の会社のツナを使いますけど、日本でスーパーで売ってるツナ使っても全然関係ないです。これでポイントはツナの下味をするんですよね。まずツナ缶の中にオイルを切ります。これが2人前の分量が入ってます。この1缶のあたりマヨネーズ 60g を入れて1回和えます。マヨネーズ入れますね。じゃあ 60g 入れます。お好みに合わせてください。よく和えてください。スプーンとか手袋とかで。これのポイントはやっぱりマヨネーズ少し多いんじゃないかと思われるかもしれないけど、ご飯と合う時を考えて少し多めで入れてるんで。じゃあエゴマ2枚です。茎を切っちゃって、これは本当にこうやってスライスすれば何でもいいです。これは香りを出すだけなんで、これ入ってるのと入ってないのと全然違うんで味。これがツナマヨおにぎりのポイント。これが入ると韓国の味がする。じゃあお米またさっきと同じ量ですよねを用意できましたものは2人前なんで、これの半分をのせます。エゴマの飾りをします。
エゴマが入ることによってもう完全韓国になっちゃうんで、その後人参、あと万能ネギ。エゴマは好きな方は量はもう自分が調整してプラスマイナスすればいいと思います。これで完成です。じゃあもう4つ目のおにぎりですよね。スパムおにぎり。スパムおにぎりはスパムを炒めるだけなんですけど、1人前に 50g 入れてます。大体まあ2枚ぐらいでいいんじゃないかなと思いますけど。でこれで50なんですけど、もう切ってあるから全部入れちゃいますね。スパムおにぎりのポイントは、この前キムチチャーンやるとき言いましたけど、これはカリカリまで炒めますね。フライパン温めます。温めてきたら少しオイルいきます。そこからスパムにある油を最後まで出します。それがポイント。これただ炒めればいい。やることない。ガリガリになってますね、色が。じゃあできました。のり米は一緒です。そこから真ん中にパンをのせる。ここにマヨネーズ、最初と同じ感じでかけますね。この上に人参、あと万能ネギ。じゃあこれで完成です。簡単で美味しいのが最高ですよね。じゃあこれで今日4種類のおにぎり、ヨップの大豚し焼きの全く同じ作り方のレシピを今日紹介しました。あとこれから僕作ったから、これにぴったりな組み合わせと一緒に食べます。今日はヨップの大豚し焼きのシェフスペシャル第2弾おにぎりを作ってみました。これは今日作ったおにぎり。ここはキムチビーフン、この前作りましたよね。これはチュクミ炒め、この前作りましたよね。こっちはチーズダカルビなんですけど、これは今度やります。これはトッポッキも今度作ります。これはなんで出してってるかっていうと、これと一緒に食べればいい食べ物ですよね。これから食べていきます。いただきます。まずとびっこですね。海苔とプチプチな食感がすごく合う。やっぱり美味しい。あとはチャンジャですね。チャンジャの味と海苔の味がもう最強に。これはツナマヨネーズですけど、これはみんなが知ってる味。すっごいまろやかで、エゴマの香りがもう最高。このスーパムもみんなが知ってるな味。みんなと美味しい。まあこれ言ってみましたけど、何から一緒に食べようかなっていう感じで、まずキムチビーフンと、キムチビーフンはこの前作ったものなんですけど、よくあえて、これはとびっこかな。これ海苔巻きで考えて食べれば分子っていう感じですよね。麺と麺を取って飛び込みと一緒に。やっぱりこれ美味しいんですよね。あとはツナおにぎりとトッポッキの組み合わせ。ツナおにぎりをソースにつけます。全体的にこれで一緒にこうやって。ここは韓国だっていう感じ。美味しい、すごく。あとチーズダカルビ。チーズ伸びてくるから、4年前と5年前にめちゃくちゃやってますよね、チーズダカルビ。これはもうスタムですよね、間違いなく。このチーズと鶏肉とこのスパムと一緒に、すっごい美味しい。これ餅とツナしても美味しい。あと去年2020年一番流行りものですよね、チュクミは。2023年になって少し弱くなってるけど、これチュクミいいですね、やっぱり。でもやしと一緒に。これツナマヨおにぎりなんですけど、この食べ方もあるから、もったいないですけど、せっかく作ったのこれすすのはもったいないけど、あとスープ、この汁と一緒にこうやってのせて、スープで混ぜて、今度はトッポギソースとおでんと一緒に食べます。マジで美味しい。でこれ一緒に合う料理4つを用意したんですけど、それよく見ると色的に全部赤なんですよ。赤いソースと炒めたソースと海苔とすごい合うから、それを用意したんですよね。昨日今日おにぎり作るから YouTube の動画で飛び込んで検索してみたんですよ。まあ全部は見てないから何とも言えないですけど、東京でとびっこおにぎりを始めたのはヨップの大豚塩焼きなんですよね。ヨップの僕が
教えてるのが一番基本なんですよ。それを見て参考して今度家で作ってみてください。ご飯だけ持って全て材料乗せれば混ぜ混ぜとかは子供も作れるものなんで、だからそのぐらい簡単ですよ。今度チャレンジしてみてください。今日はこれでありがとうございました。バイバイ。